今日もひたすらお米の話をするよ。年貢米を増やすために吉宗がいろんなことをしたって話前回もやったよね。まだあるの？もちろん、吉宗は米将軍と呼ばれたほど米との関わり合いが深かった人です。米を増やして終わりではない。どんな話題で前回終わったか覚えてる？確かお米の値段が下がったって言ってたよね。そうそう。人口が増えてないのに米の生産量や年貢を増やしたから値段が下がったって。ちゃんと覚えていて偉い。今回の話題の中心はお米の値段についてです。値動き、つまりは経済の話ね。江戸時代は戦国時代とは違って平和になった分、食べ物を作る、戦う以外の要素がぐっと影響度を増した。その一つが商業であり経済。それまではあんまりなかった商人の影響力がぐっと増して、お金が世の中を大きく動かす社会になったの。確かに戦来の時代だと世の中を動かすのは武力だもんね。今は経済っていうと重要な学問分野の一つだし、様々な研究が進められているけど、当時にはもちろんそんな研究も考え方も一切ない。当たり前に使っている需要供給曲線だって吉宗のずっと後の時代、1890年にイギリスのマーシャルって人によって具体化されたもの。当然この時代にはなかった。そっか、今では当たり前のことだって誰かが研究して初めて世に出たんだ。とは言っても当時の人が何にも知らなくったって現象としてはきっちり起こる。経済問題超初心者の王様が政治を取り仕切る時代よ。今回も悪運が立ち込めてきた。全部出たとこ勝負。トラブルが起きてからの対策。この繰り返しをしてなんとか荒馬を乗りこなそうとしたのが吉宗です。暴れん坊将軍っていうより暴れてる馬を乗りこなす側の話だね。まず前提として当時のお米は貨幣的価値を持っていたっていうことがとっても重要です。加賀百万石なんて言葉があってね、100万石なんてすごい、立派、超リッチ、羨ましいって、そういう社会です。収入とほぼ同じ価値を持っていたしね。今でもお米の産地や生産量は大切だけど、北海道や新潟を東京よりもお米が取れるから裕福っていうような言い方は聞かないよね。お米の収穫量が石という単位。一石が150キロ。大人一人が1年間に食べるお米の量と同じくらいと呼ばれていて、石高が多ければ多いほど収入が多い。幕府の収入もお米。武士のお給料もお米。武士はお米を買い取ってもらってお金に変えていたの。だからお米の値段が下がると武士の生活は苦しくなる。価格の上下が激しすぎると生活は安定しない。ところが吉宗の時代になんとお米の価格が元の4分の3になるほど、つまり 25% も下落したの。400万円の年収が300万円に、600万の年収が450万に。そんだけ下がっちゃうなんて大問題だ。デフレってこと？他のものの値段も一緒に下がったの？逆に他はむしろ上がっちゃった。味噌、醤油、油などなど。収入が減ったのに支出は増えちゃったんだ。武士にとってはそうだよね。でも町人からすればお米が安くなって嬉しいって生活は大助かり。安くなった金額の分、お米以外のものを買い求めるようになる。で、お米以外の菜種油や醤油の需要が増して値段が上がる。それらを作っている農家や売っている商人は儲かった。そして力を持ち始めたんだ。この出来事を米価安の諸式高と言います。収入が減った武士は物が買えずに困ってしまってね。支配階級だったのに立場が揺らいでった。なんでそんなことに。需要供給曲線の考え方どころか、需要とか供給とかそういう言葉すらもなかった。なんで俺たち幕府が値段をコントロールできないの？なんでお米の値段が安定しないの？誰がお米の値段を決めているの？って上の人たちも大パニック。暴れ馬の乗りこなし方が全くわからない状態。でも実際お米を売る人がいるわけでしょ？売っている中の一番偉い人に聞けばいいんじゃ。江戸のお米屋さんのボスみたいな人？それともお米がたくさん取れる生産地の人？値段を決める影響力を持っていたのは大阪の庶民。
堂島米市場。大外れだ。なんで突然大阪？日本のお米の多くが大阪を経由していたからよ。天下の台所って言ってね。全国のいろんな藩が年貢米を換金するために大阪に蔵屋敷を置いていたくらいなの。まず西日本のお米。これが一度大阪に集まるっていうのは地図で見てもわかりやすいね。江戸に向かう地理的な中継地点。大阪で取りまとめてから江戸に運ぶ。昔の船だもん。そんなに一気には長距離を進めないもんね。続いて日本海側のお米。秋田や山形からも集めるよ。どうやって江戸に運ぶと思う？山を越えなきゃいけないのが大変だよね。お米は重たいし。ってことは同じように船で運ぶの？正解。ルートはこんな感じ。まず日本海を進んで関門海峡を抜けて瀬戸内海を経て大阪。日本をぐるっと回るのか。そうだよ。この船を北前線というんだ。帰りは船が空っぽになるでしょ。そこに大阪に集まった珍しいものを買い付けて戻りながらいろんなところに売る。商売上手。地理的な条件については OK だね。次に大阪でのお米の値段の付け方だ。さっきハリーくんがお米は重たいから運ぶのが大変って言っていたけど、まさにお米ってお金と違ってかさばるし、重たいし、現物を持ってきて目の前でやり取りするにはちょっと大変。裕福な武士で年収100石ぐらい。それを10等分でお米に換算するとして10石。1.5トン？軽自動車くらいの重さだよ。ハリーくんよく知ってるね。絶対にお財布には入らないし、持ち帰れない。お値段にすると今の金額で70万円から80万円くらい。1万円札に変えてくれたら懐に入るのにな。そう、同じように江戸時代の人も考えたのよ。そこで登場したのが米切手。お米を持っている藩がね、このお札を指定の米蔵に持っていけば、うちの10石のお米と交換しますっていうお札を出した。お米交換チケットね。これを米切手と呼びました。各藩は米切手を使って商人とやり取りをして現金を受け取った。実際に動いてるのはお米じゃなくて米切手と現金なんだ。手軽になるね。そう。でもそこで問題が起きた。この米切手、もし藩が自分の米蔵にあるお米よりもたくさんの米切手を発行したらどうなる？家計が苦しいな。そうだ、米切手をちょっと多めに発行しちゃえばお金になるじゃんって。もしくは、今は蔵にないけど、後で国から送ってもらえばいいから、先に米切手だけ発行しとこうとか。本当はないのにあるよっていうの？そんなの嘘つきじゃん。信頼なくしそう。もちろんそうだよね。米切手の信用はガタ落ちだし、市場は混乱した。幕府としてはね、お米じゃなくお札でやり取りをすることそのものをまず認めたくない。でも廃止すると米切手でお金を得ている大名は怒り出してしまう。幕府は考えた。蔵にないお米の分まで米切手を発行するのは危険だ。よし、米切手を発行した場合、10日以内に米切手とお米を交換するルールにしようって。ルールができるより前に米切手が運用されてたなんてよく考えると怖い。そもそもこの米切手、幕府が生み出したものじゃないしね。でも社会のより良い運営はどこまでも幕府のお仕事です。取引のやり方はこの後幕府が想像するよりもどんどん複雑に進化していくよ。先生が言ってた全部手だとこ勝負、トラブルが起きてから対策ってまだまだこの後も？当然続くよ。米切手はあるけどお米はここにはないよ。問題の後はお米の値段は決めるけどお米はここにはないよ。問題です。今度はお米もないのに値段決めちゃうの？そうです。これから市場に出回るお米の値段を予測して大阪にお米がやってくる前に値段を決めちゃおうってね。具体的に言うと来月の〇〇月にこの値段でお米を買いますっていう権利を買ったり売ったりする。これを超曖昧取引っていうよ。これは吉宗の前の時代から始まっていました。まだお米が来てない時に権利だけ売り買いするの？未来予想？そう、予想で売り買いを済ませておく。例えば、お米の値段は例年通りになるだろうなんてみんな考えているとする。そんな中で、とある人が
今年はお米が不作になるんじゃないかって予想した。逆の予想を立てたんだね。不作ってことはお米の値段は上がる。正解。上がると予想した人は今年のお米を去年と同じ値段であらかじめ買っておきますって伝えて、その権利を購入しておく。もし本当にお米が不作になったらお得だね。でも豊作になったらお米の値段は下がるから損しちゃうんじゃ。そんな風にギャンブルに近い性質を持っていた。しかもね、やり取りする権利は基準に対する差額だけ。わかりやすく日本円で説明してみよう。パンちゃんが3ヶ月後のお米 5kg の値段は5000円だと考えて、その権利を買います。ハリー君はお米が不足するだろうからもっと高く売れるはずと考えて、パンちゃんから5500円でその権利を譲ってもらいます。お米の値段は結局5200円で確定した。さてパンちゃんはいくら払う必要があるかな、もしくはもらえるかな。5000円で権利を買ったんだから、まずは5000円払うでしょ。ややこしいよね。パンちゃんはお金を払う必要がないの。この取引のすごいところは、パンちゃんが5000円で権利を買い、ハリー君に5500円で売るといった一連のやり取りで、その都度大きなお金を動かす必要がないってことなの。取引の最後に誰がいくら儲けて誰がいくら損したかだけ計算して、その差額を精算する。この仕組みを差金決済と言います。パンちゃんは500円の儲け、ハリー君は300円の損だから、最終的にその差額分だけがお金のやり取りの対象になるんだ。買った分の支払いはすっ飛ばしちゃうの？そうです。それが差額だけをやり取りするっていうこと。逆にハリー君も同じよ。5500円を払う必要はない。最終日に300円を支払うだけでいい。全額じゃないんだね。やり取りして基準価格より儲かったり損したお金だけやり取りするのか。その通り。ここでのポイントは、少額だからお金持ちじゃなくてもこの超曖昧取引に参加できるっていうところね。だったら参加できる、やりたい、儲けたいってね、たくさん人が集まった。5000円って言われたら難しいけど、100円とか300円とか、それならって思うよ。そう思った人は多かったみたい。超曖昧取引に関する指南書は多数出てるんだ。一攫千金を狙えるみたいなことが書かれていたりね。来年は豊作になりそうとか、いや不作だ、なぜならばなんて、いろんな情報をもとに将来の価格を予想して取引した。そしてその情報がすぐに価格に反映されるようになった。あまりにたくさんの人が参加したものだから盛り上がりすぎちゃって、取引できるのは時間によって決められてたんだけど、終了時刻を過ぎたことを知らせるために人々がいるところに水をまいて強引に終わらせてたんだ。リアルにその場に水を差してるね。そんなに盛り上がってたら大阪以外の人も参加したくなっちゃうよね。どうやって？飛脚とか？手渡信号よ。旗？大阪でその日の取引が終了したら、大急ぎで今日の値段を持った人が走って移動して、物見櫓のようなところに登って旗を振り始める。そこから数キロ先に別の人がいて、旗がどういう動きをしているのかを観察するの。旗の動きには意味があって、右にいくつ、左にいくつ振ったら何円とか決まっていてね。それを理解したら、また別の数キロ先の人に同じように旗を振って順番に伝達していく。ものすごく面倒な伝言ゲームだね。スマホがあればすぐわかるのにね。江戸時代にスマホないから。大阪から受けた情報をもとに、次にどれぐらい売買するのかを遠方の人が決めて、また大阪に伝えてってね。一説には時速 720km の速度で情報が伝わったって。大阪から岡山まで15分とも言われてる。新幹線どころかリニアモーターカーよりも速い。この仕組みは電話が開通する明治時代中頃まで続いたみたい。さっきから言われてるとか見たいとか、なんでそんなにあやふやなの？あんまり情報が残っていないからだよ。手法を含めてトップシークレット。他の人に解読されて情報の横取りをされないようにって。なんだかスパイみたいだね。かっこいい。手旗信号を含めた活発な取引によって
公正で精度の高い今の妥当な価格っていうのが見つかりやすくなったんだ。電話もなかった時代、かなり画期的ですっごい仕組みだよ。こんな風に未来の価格を予想して決める取引のことを先物取引と言います。ここからさらに100年後、アメリカのシカゴで誕生したのが現代の先物取引につながる制度でね。堂島米市場が持っていた機能は世界の歴史から見ても非常に先進的だった。すごいね。鎖国してたのに時代の一歩先を進んでたんだ。地元の人とか自慢できるね。もちろん誇らしいことよね。堂島米市場があった場所には今ではこんなモニュメントが置かれているよ。2018年、世界的な建築家安藤忠雄さんの制作。ここに米市場があったこと、世界初の組織的な先物取引が行われていたことを PR しているんだ。大きなお米粒だね。米の価格を決めていたのは特定の誰かではなく、大阪の米市場というお話は一旦ここまで。次に吉宗がこの米市場にどのように立ち向かったのかっていう話をするよ。超曖昧取引が誕生して非常に多くの人が活発にお米の取引に関わるようになったよ。お米の値段も活発に変化していった。大阪以外の人も参加するんだもん。すごい規模だよね。今では先進的だったって高い評価だけど、当時江戸幕府は賭け事のようなものって批判的に見ていたの。収入は汗水垂らして働いているもんだ。将来の米の値段を予測して儲けるなんて意味がわからん。しかも実際のお米はない。米の札、差額だけをやり取り。商人たちが勝手に値段を釣り上げてるんじゃないのか。俺抜きに決めてけしからんって怒った。今まで幕府はお米を大切にしてきたしね。経済学ゼロベースだもんね。いきなり言われても意味がわからないよね。実際、今でも先物取引はハイリスクハイリターンな取引とされていて、賭け事のようなものっていうのは間違いではないのよ。知識がない人が安易に儲けようとすると大変な目に遭うから気をつけて。吉宗の前の時代、最初江戸幕府は米の値段が米なしで勝手に決まる超曖昧取引を禁止しようとした。違反したら罰則があるぞって脅してね。怪しいことだったら上の人は禁止するよね。でも、それでもこの取引はこっそりと続いていた。商人たちにとっては合理的な仕組みだったからね。少ない手持ちで利益を出せるし、将来のリスクに備えることもできる。そうして吉宗の時代、吉宗はそれまでの幕府の方針とは逆に超曖昧取引を禁止するんじゃなくて利用しようって考えた。お米の値段が下がってしまったじゃない？うまいこと超曖昧取引を利用してお米の値段を上げよう。つまり、それまで気に食わなかったやつだって利用しちゃえばいいじゃない作戦です。したたかな感じがするね。さすが。まず幕府が超曖昧取引を認める。幕府公認にすることで取引をさらに活性化しようとしたんだ。で、超曖昧取引の権利を幕府が配って、ない人は取引に参加しちゃダメってルールにした。あらかじめ参加者を把握しておけば、ちゃんと悪人を取り締まれるしね。その取引の権利の札を株札っていうよ。直接参加できる人は株札を持っている人。それ以外の人は株札を持っている人を通じて取引に参加できる。そうやって株仲間、つまり参加者を増やせばお米を欲しがる人が増えるじゃない？そうすると先物取引の価格が上がってお米の値段が上がるんじゃないかって画策した。参加者が増えれば米取引が活発になるってことはわかるけど、実際にお米の消費が増えるわけじゃないよね。結局のところ需要が上がるわけじゃないし、価格は変わらないんじゃないの？その通り。経済学的な見方をすれば、今では予想がつくような計画だけど、当時はそんな知識はないからわからなかった。で、うまくいかなかった。食べる人が増えるわけじゃないもんね。根本的なところは何も変わっていないんだもん。上がりっこないよ。そうなの。だから幕府は次の手を打ったよ。商人にお米を買い占めろって命令を出した。商人はそんなことを雲の上の偉い存在である幕府から言われるなんて思ってもいなくってびっくり仰天。逆らったら何をされるかわからないって思ってみんな言うことに従ってお米を買いました。買い占めが起こったことで当初は米の値段が上がりました。幕府に逆らうのは怖いもんね。それがね、
途中からどうやら命令を聞いても聞かなくてもいいっぽいっていうことが商人に伝わっちゃったんだ。あっという間に米価は元の低い価格に戻ってしまった。無理やりに値段を上げたとしてもダメ。結局は市場が判断する価格に落ち着いた。吉宗は何をやっても米の値段が上がらないってがっかり。特定の商人が米の値段を決めているわけでもない。市場に介入しようとしたけどうまくいかない。幕府が望んでいる値段でお米を流通させることはどうやらできないってことが分かり始めた。誰が米の値段を決めているのかさっぱりわからないままだったの。じゃあ何をしてもダメだったの？最終的に吉宗が行った政策で最も米価に影響を与えたのは貨幣の改鋳と言われているよ。これまでの小判に比べて金の含有量が半分の金貨を作ったんだ。貨幣を発行してその発行で生まれる利益、専門用語で言うシニョリッチ。これでお金を儲けるっていうよりも単純に市場にお金が不足して商売に困っているから増やすことにしますっていう目的ね。デフレ対策の意味合いが非常に強いものだったんだ。これってアベノミクスの時にお金を世の中に大量に流して物価を上げようとした話と一緒だね。結果的に現代とやっていることが同じなのがすごい。さすが健君。江戸時代は非常に商業が発達してお金をたくさん必要とするにもかかわらずお金の供給量が全然足りない。不足しているのが大きな問題だったんだ。ここに大量のお金が供給されたことで経済の拡大に大きく貢献。米価の上昇につながったし、前世、優れた政治だと高く評価されました。この時の貨幣はその後約80年使われるようになります。やっとお米の値段が上がったんだね。よかった。吉宗の時代はそれまでのお米を中心とした社会から商業が力をつけていく社会への過渡期の時代だった。最初ははるか昔から考えられていたお米を増やすことできっと世の中は良くなるっていう考え方に基づいて政治を進めていたけれど、それが通用しなくなっていった。非常に難しい変革期に吉宗の享保の改革は行われていたんだよ。そんな難しい局面の中でも健君って呼ばれたんだからすごいよね。同じ将軍でも戦国時代に勝ち上がるのとはまた違う難しさがあったんだね。長々お米について話したけど、この時代の悩みの種はもちろんお米だけじゃないよ。幕府の政治そのものにも問題があるぞって、そこにもズバッと切り込んだ。混乱する社会を安定させるには政治の基本ルールそのものを見直す必要があるってね。ちょっとだけ長くなっちゃったから続きは次回に回そうか。おむすび食べて一息入れたいよ。